16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は枕の高さを決定するですね。枕の高さを決定するためにはどんな条件が重要なんですかっていう話をしていきたいと思います。いつも私が言っている重要な条件、3大条件覚えていますか？はい、覚えてます。高さ。まず第一に高さ、次にその高さを維持できる硬さ。硬さ、あとは、平らな形状です。表面が平らであること。なんで表面が平らだといいんですか？それは寝返りがしやすいからです。そうですね。この3つの条件、枕の高さが一人一人の体格に合っていること、そしてその高さを維持するだけの硬さも必要だし、表面が平らでないと寝返りが打てない。3大条件、その通りですね。じゃあその3つの条件を満たすような枕の高さ、これはどういった人間の体の要素によって決まってくるのかということをこれからお話したいと思います。ちょっと思い浮かべていただきたいんですが、男性と女性、若い方とご高齢の方、もしくは子供さん、体格が良い方と体格が比較的小さな方、枕の高さってなんとなく違うんじゃないかなって思いませんか？はい、やはり体格が違えば高さも違うんじゃないかなと思います。例えば印象でいいんですが、体格が大きいと体格が小さな方より枕の高さはどうなると思いますか？それは高くなるんじゃないでしょうか。そうですよね。子供さんより大人より高齢者と高さが変わってくると思いますが、それはだんだん高くなっていくかなと思います。そうですよね。だんだん年齢とともに高くなっていくんではないかなと思われると思います。一方、男性女性比べてみましょうか。小柄な女性、比較的体格ががっしりした男性、どちらが枕の高さが大きいと思いますか？体格が大きい男性の方が高いと思います。枕の高さは高くなると思いますよね。なのに世の中どうして身長体重男女、枕の高さを異なるもの、もしくは枕の大きさと言ってもいいかもしれませんが選ばないんでしょうかね。店頭に行くと男性用女性用って売ってないですよね。大抵は同じものが陳列してあって、自分の好みで私このぐらいがいいわ、このぐらい低い方がいいわと言って選んでしまっているのが現状だと思うんです。枕も含めて寝具というのは一人一人の体格に合ってなきゃいけないという、考えてみればごく当たり前のことなんですが、実は世の中そうは売られてなくて、結構好みとかなんとなく買っている、おすすめだから買っているものが多いんではないでしょうか。こちらをご覧ください。枕の高さを決定するこの重要な体的な条件、一つは身長です。 BW って書いたのはボディウェイトといって体重です。それからもちろん男女という差もあります。もう一つ重要なこと、これ何ですか？肩幅ですか？そうです。肩幅も結構重要な要素なんですね。なぜかっていうと、横向いて寝た時考えてください。枕に頭を乗せた時、この肩幅結構枕の高さに関係してそうじゃないですか？はい、肩幅の分横は高くなるんじゃないかなと思います。そうですよね。肩幅が広ければ広いほど枕の高さは高くなる気するし、肩幅が狭い方、小柄な方、相対的には枕の高さが低くなるっていう印象ありますよね。ではこの高齢になった時にどうなるかっていうところなんですが、年齢とともに、背骨の中に骨粗しょう症で圧迫骨折が起こったり、圧迫骨折はなくても骨と骨の間の椎間板が潰れたりして、だんだん背中が丸くなることよくあります。このように円背といって背中が丸くなった状態においては身長が縮みますよね。背中が丸くなる分、縮むということですね。そうです。
では身長が縮んで、もしこちらとこちらが同じボディウェイト体重だとしたら、どちらが枕って高くなると思います？身長は縮んでるんですよ。そしたら身長が高い方が高くなるんじゃないでしょうか。それがそうとは言い切れないんです。もちろんそういうケースもあります。でも同じ体重だとしても、身長が縮んでお背中に丸みが出てきたり、それとともに体が硬くなると、実は寝てる時に寝てリラックスして体がほぐれるっていうことがなくなるので、枕の高さを高くしないと合わなくなってくるケースがあるんです。これはなかなか知られていない事実なんですが、とても重要なこと。なぜなら、ご高齢者の方で首や腰にもさまざまな病気を抱えていらっしゃる方でも、枕の高さを今まで通り使っていて適切に高く合わせていかないことで、頭が落ちて首に悪い姿勢になってしまって障害を起こしているっていうパターンも決して少なくないからです。首の中、腰の中、変形が起こるからこそ適切な姿勢で寝ていただきたい。そのためにはその体格に合わせた適した枕、これが寝てる状態だとすれば、ここに見合っただけの高さがないと90度寝かせていた時に、首がリラックスすることができないわけですね。非常にこの枕の高さを決定するための身体の要素というのは重要になってきます。私たちはこの山田しおり枕研究所では、たくさんの方、実は6万人7万人の方の枕を一人一人ご計測して枕の高さを決定してきたんですが、その時のさまざまな身体の条件の数値と決定した枕の高さ、この2つを使って統計的に計算を行い、枕の高さを算出するアルゴリズムというものを作ったんです。アルゴリズム、難しい言葉ですけど分かりますか？はい、なんとなくわかります。はい、方程式っていうことですよね。こういった身長、体重、肩幅、年齢、男女、必要な条件を入れることでコンピューター上適切な枕の高さを算出することができるようになったんです。ですので、当社のドクターズピローというラインナップにおいては、この枕の計測システム、アルゴリズムを用いて、実際に当社にお越しいただかなくてもある程度適切な高さをご指導することができるようになっています。ドクターズピローの方もぜひここにご検討ください。今日は枕の高さを決定するために必要な条件、身体的な条件というのについてお話をしてまいりました。ご理解いただけましたか？はい、よくわかりました。はい、このことを知っていれば、店頭に行って好みやなんとなくとか人に勧められたから枕を買うのではなく、しっかりと自分の体に合った枕を選ぶことができると思います。そのような正しい枕選びをどうぞしてください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。